主人公感みたいなのもやっぱ試合中に見せて、日本のみんなの気持ちが盛り上がったところも絶対あったと思うし、積み重ねをまっすぐしてきた選手ってやっぱ、世界見ててもいないし、何から何まで違うんで、やっぱ、いつも通り京二さん独壇場になるんじゃないかなって、コンディション作りちょっと苦戦したのかなとか思うんですけど、でもロシア系のああいうのって全部演技と思った方がいいんで、試合では全然関係ねえだろうなと思ってたら減量のダメージが来てるなっていう、ギリギリで本当に皮一枚ギリギリで作り上げた成功、最後の試合でああいう因縁の相手を持ってこれて。Welcome to リンヤマンチャンネル。 UFC328 があって、日本から平達郎選手がタイトルマッチに挑戦したというイベントがありましたので、その試合だったり最近の格闘技とかいろいろちょっと話していけたらなと思います。本当久しぶりですね。久しぶりっすね。平選手とジョシュア・バン選手の振り返りの方を聞いていきたいと思うんですけども、これだいぶ久しぶりの撮影なので、リンヤマンの近況、3月の試合に流れてしまって、膝の治療とリハビリに1月の末から4月頭ぐらいまで2ヶ月半ぐらいしっかり行った後に、4月の頭から ATT に来てまたトレーニングしてますね。今回は最初の10日間は岸本先生っていう体を見てもらってる方にちょっと帯同してもらって、格闘技でこの時にちょっと膝が痛み出るんですとか、この動きの時に肩の痛みが出るんですって逐一動きが起こるたびに説明して、じゃあこういう風に体使うといいよみたいなアドバイスもらいながら ATT で体慣らしてって、スパーリング戻って3週間目ぐらいに、なりますね。思ってたより早いペースで回復してて、体の調子もすごいいいですね。兄貴の京二さんもケープ戦に向けてファイトキャンプ中だし、そういうキャンプのトレーニングにもちょっと混ぜてもらったりしながら、自分でも他の課題だったりそういうものの改善に努めてるっていう段階ですかね。次の次戦に向けて体を作っていってるという状況なんですかね。そうですね、体とやりたい動きを瞬時に表現できるように一つ一つの技を磨いたりとか、動きを見直したりとかしてます。タイトルマッチ、平選手、率直にどうでしたか？試合を見て。もう本当に一言で言うと、もうすごい試合だったなっていう感じですね。タイトルマッチとか王座戦っていうものの名にふさわしいような攻防、気持ちのお互い強い駆け引きだったりとか、いろんなものが見れた、極上の格闘技を味わえた5ラウンドだったなと思いますね。いや、もう面白かったですよね、試合。日本人タイトルマッチ動向抜きにして、試合が普通に面白かったですね。展開的に何か感じたところとか気づいたところとかってありますか？流れっていうのは思ってるような流れというか、やっぱタックル切ってパンチ当てたいジョシュア・バンと、ボクシングとうまく混ぜつつテイクして倒して決めに行きたい平君とっていう感じの展開、そこのせめぎ合いがずっと続いたじゃないですか。そこは予想通りだったんですけど、バンのバック取らせない対処、やっぱバック取られたらそのラウンドはもう平君は多分今までほとんど取ってきてるし、やっぱ5ラウンド戦だけどバック1回取られたらそのラウンド1個失うようなことになると思うので、その辺を取らせないぞっていう技術的なものをちゃんと作り上げてきたところがやっぱ想像以上だったのかなって思いますね。下になっても落ち着いて一個一個対処するみたいなのがバンは結構ちゃんとやってたんで、5ラウンド目か4ラウンド目の三角入りそうな時、あれもめちゃくちゃいいセットだったんですけど、腕1本入れてよくあそこからこれ入れて
抜いたなっていうか、ギリギリのところもありましたね。テイク取ってコントロールする時間も長かったし、マウントもスンって入ってたんで、これ結構意外と1ラウンドで決めちゃうとかあるのかなとか思ったりもしたんですけど、慎重にいってたっていうのもあるし、その時点でバンが2回マウントから立ったんで、なんだろうみたいな。勝負で言ったらもうリーチかかってるわけですよ、マウントなんか。なんなら大手かかってるぐらいのグラップラーにマウント取られたら、1ラウンドの元気な時に汗もかいてなくて滑ってないとかいうぐらいの時にマウントって結構すごいとこまで来たなって思ったんだけど、なんか逃げるから1ラウンド終わった時点でおしおしじゃなくてみたいな。逆にそういうふうに新山は思ったってことですか？そうですね、なんかバーン掴んでんじゃないかなって思ったのはあったんですかね。なるほど。で、案の定その2ラウンド目のダウンがあったと。そうですね。あそこのストレートさすがでしたね。てか、リーチ差が試合直前にこうスタッツ出た時に13、4センチあったんですよ。平君の方が長かったんですよ、リーチが。だから、これは割とボクシングでも勝負できるんじゃないかなって僕も思っちゃったり。ただそこがバンがやっぱジャブの差し合いで引きを取らないどころか上回ってくるみたいな、なんかそこがやっぱすごいし、やっぱなんか動物的な嗅覚みたいなのもやっぱ強い選手なんだろうなって、思ったっすね。そうですね。ロイバル戦を超えて一つさらにこう気持ちが強くなってるところ、主人公感みたいなのもやっぱ試合中に見せて、日本のみんなの気持ちが盛り上がったところも絶対あったと思うし、パフォーマンスとしては良かったと思いますね。まだまだ続いていく戦いの中にいるだけなんで、自分も含め、だからまあ全然それもストーリーの一個にして、年齢的にもまだチャンス全然あるし、そういうストーリーをみんなに楽しんでもらえたらなと思いますね。残念ながら今回その平選手は取れなかったですけど、京司さんが挑戦することになる可能性はかなり高いわけじゃないですか。そうですね。その挑戦権を勝ち取りに行くために、次のケープ戦があるっていった感じだと思いますね。ここについてもちょっとどういうふうに見てるか。ケープももちろん前の対戦してる時に比べて技術も上がってるし、 UFC での戦い方みたいなのも慣れてきてるし、ノリに乗ってるし危ない選手の一人ですけど、京司さんほどの、積み重ねをまっすぐしてきた選手ってやっぱ、世界見ててもいないし、特殊だし距離も違うし、何から何まで違うんで、やっぱ想定した練習っていうの多分できる相手ではないと思うので、いつも通り京司さんの、僕は独壇場になるんじゃないかなって思ってますね。いろいろ仕掛けてくるとは思うんですけど、ケープもやっぱ京司さんは中途半端なことをしないんで、もう外すって言ったらもう外すし、カウンター打つってなったらもうそこに対して絶対いい位置にいるんで、自分から来る時ももう早いし、フェイントも多いしっていう意味で、ケープもなんかね、自信も持ってそうでいい選手ですけど、京司さんが着実に次の挑戦権を、奪うための試合になると思ってますね。前回の試合を見直したんですね。そうなんですね。でも結構差があるなっていう。なんだろう、ケープこいつのパンチは大丈夫だって思った時はすっごい調子に乗るし、距離も近くなるし強いんですけど、ケープ、多分京司さんのパンチ受けてるんで、多分容易に前に入ってこれないと思うんですよ。だから結構向こうも慎重になるとは思うんですけど、だけどね、その試合だってめっちゃ倒れてるじゃないですか、バカバカ打たれ強いけど。新山はほら、京司さんのかなり近いところにで、京司さんを見てるわけじゃないですか。京司さんの状態みたいなものを、新山から見たら今やっぱり強い。
いやー、もうはい、すごいいい感じに仕上がってきてるなって思いますね。はい、あと6週間あるんですけど、はい。まあ、ここからさらにスタミナも上がって、はい、キレも増していくって考えたら、ちょっとはい、またすごいのになるなっていう、はい、気はしますね、近くで見てて。はい、最後聞いておきたいんですけど、今回こそは京地さんの試合、現地で応援しに行くんでしょうか？もちろん、今回こそはね、は行くんですい。はい。てかもう、アメリカ出発するときに、ケープ戦のフライング発表が SNS であったんで、はい。6月20かと思って、帰りをもう6月20、ラスベガス経由して、日本に戻るっていう、チケットを取ってるんで、もうチケット取ってるんで。取ってる。飛行機。取ってるのは、前回も一緒だったじゃないですか。違う、もう取ってるんですよ。前回は、試合の2日前とかに、3日前とかに取ったの。まあ、そうね。そうですね。もう次の日の便はもう試合に間に合わないっていうやつだったんで。そうですね。はい。わかりましたじゃあ。もう取ってるんですよ。大丈夫です。日付確認した？いや、まだしてないです。取ったんだから。いや、だから前回取ったじゃん。だけど日付が間違って、もうわけのわかんない日付になってたでしょ。見ときます。まあ今回はしっかりね、はい、京地さんのシャワータイムを目に焼き付けようかなと思ってるんで。UFC328、タイラ選手が出た大会で、もう一つタイトルマッチあったんですけど、はい、ミドル級トン・ストリックランド対、チマエフ、はい、こちらについてもやっぱり、リアマンの、感想をお聞きしたい。はい、チマエフの減量なのかな、あれ。試合前はいつも通りだなとは思ってたけど、軽量の時点ではすごい元気ないみたいな感じで、軽量もギリギリでみたいな、コンディション作りちょっと苦戦したのかなとか思うんすけど、でもロシア系のああいうのってもう全部演技と思った方がいいんで、当日なんかもうケロッと別人のようになってくるんで、軽量の時あんな姿見せてるけど、試合では全然関係ねえだろうなと思ってたら、やっぱ2ラウンドタックル切られた時に引き込んだりしてたんで、結構このなんていうの、減量のダメージがこのスタミナだったりに来てるなっていうのは思いましたね。本来だったらどんだけ力使うスタイルって言ってもあんな 7,8 分でなるほどの練習ではないと思うんですよ。チマエフが積んできてる練習とかって、コンディションが、フルじゃなかったのかなとは思いますけど、でもそれでもね、最後までプレッシャーかけ続けてストライキング戦でも引きを取らないみたいなところはさすがだったけど、ショーンもすごかったですね。対処が良くて、バック取られても落ち着いてたし、なかなか彼をコントロールできないっていうのはどういうことだったんだろうっていうのはショーンは証明したかなと思いますね、あの試合で。スタンドしかやらないけど、実は寝技も柔術もめちゃくちゃ強いんだぞっていう、その謎のベールに包まれてた部分がちゃんとこのディフェンスっていう技術を見せながら、やっぱショーンは何でもできる上でこれしかやらないんだっていう。途中あれですよね、もうむしろチマエフに上取りましたね。上取りましたよね。だし4ラウンド5ラウンドとかも小手投げでね、ちょっと上回ったりとか首のベースの強さみたいなのも見せたっすね。やっぱドリカスも多分彼をコントロールしようとすると難しいから、ストライキング戦で5ラウンド戦うことを選んで彼からベルトを取ったんだと思うし、でもそのストライキングも強いですからね。結局ジャブのヒット数がやっぱめっちゃ多いから、それでポイント取るし、適当みたいに見えてなんかパンチ結構さばくし、そこのジャブで勝つっていう、判定で勝つっていう
そうですね。結構面白い、ショーンらしい試合でしたね。はい。でチマエフもベルト取られたは取られたけど、なんか思ってたよりこう紳士的でしたね。叩いて、そうですお前がチャンピオンだって言って。本当ですよね。なんかチマエフ根っからのもっと負けず嫌いなのかなって思ってたけど、やっぱちょっとなんかいろんなエネルギー取り巻いて、ちょっとそこに疲労があったりもするのかなっていう風に自分の目には映りましたね。精神的な、あのチマエフでもさすがにこういろんなしがらみだったり、その中で自分の練習だったりとかって多分大変だったと思うんですよね。なんかあの姿見るとそうだったんじゃないかなって、はい、僕は勝手に感じましたね。まあ、試合結果としては、はい、最終判定になって一応割れましたよね。割れましたね。で1ラウンドは誰がどう見てもチマエフじゃないですか。グラウンドでガーってって。で2ラウンドはバテてこう寝たりしてうおーってショーンが上から殴ったりしてショーンじゃないですか。で3もその流れでジャブとかついてショーンが取ったと思うんですよ。でも4でもう一回テイクダウンとか取ったりしてチマエフが取り返して、俺は5ラウンド2対2で迎えたと思ったんで、なるほど。5ラウンドがどうかなと思って見てたけど、まあ、ジャブやっぱジャブのこのヒット数の僅差で、チマエフも奥手1回当てたりしたけど5ラウンドショーンが取ったと思うんで、自分の中ではショーンっすねってなったんだけど、チマエフ前回は5ラウンド戦フルで戦ってボコボコにして勝ってるわけですけど、5ラウンドずっとこのサイドポジション取ってたからあんまり疲れなかっただけなのか、今回のコンディションが良くなかったのか。前回の時点では5ラウンド全然やれるんじゃんチマエフって思ったりしてたんですよ。けど今回1ラウンドでバテ切ったんで、それがショーンがちゃんとこうディフェンスで対応してたからチマエフが疲れちゃったのか、それともコンディションがあるか良くなかったのか。25分の中であれが7分とか8分ぐらいの時じゃないですか。ちょっと出しすぎたなと思ったら、一回寝て休んじゃうみたいなのも一個手なのかもしれないなって今回タイトルマッチ2つ見て思ったっすね。僕がやろうやらないとかではなく、25分間走の中で最初5分飛ばしすぎてバテちゃったって時はちょっと一回ペース緩めるために背中つけてちょっとディフェンスだけして息整えたり、結構ジョシュア・バンもやってたっすけど、今回平君にマウント取られてここで一息つこうかなみたいな、波を入れてくるみたいな、ここの1分2分はもう上げようみたいな。でもラウンド最後30秒経ってダーンって一発でも印象与えたらそのラウンド自分のものですよ。下になりつつ攻められてるように見えて蛇のようにこうじっと気を伺ってるみたいな。チマエフはそれぐらいに考えてたのかもしれないです。2ラウンドの引き込みは。もう切られたし、もういやここは力使ったら多分3、4、5持たないから。でもそれでみんなブワー盛り上がっちゃうみたいな。俺やばいのって思っちゃうみたいな。実際にその後こう打撃で盛り返してったじゃないですか。あそこ休んだのはチマエフにとっての一個の正解だったと思うし、ただあれは今までに見せたことない姿だったから世界中が盛り上がっちゃったですね。で京二さんに戻っちゃうんですけど、京二さんはそこの駆け引きがうまいです。相手に使わせ、どうやったら相手が使ってくれるだろうかとかで、圧倒的な練習量によってもちろんあの人が25分ずっとステップとフェイントをかけ続けるみたいなことができるっていうのはもう根っこから作ってきたものですけど、中でもあの人は目と頭がいいんで、めっちゃ見てるしめっちゃ頭いいんで、判断が早いっていう感じですかね。なるほど。そこに対して迷いなくいくんで、追いつけない時はすごい多いですよね。25分とかっていうのは京二さんにとってはすごいいい方に働くんだと思ってます。5ラウンドをどう料理していくかみたいなと、駆け引きをしながら相手を疲れさせてみたいな、戦略的に使えるってことですね。そうですね。ちなみにリーヤマンも5ラウンドっていうものは意識した練習とかもするんですか？もちろん
MMA 転向してる時から 5分5ラウンドっていうのを戦わないといけないっていうのはずっと意識には入ってるんで、どうマネジメントしていくんだろうみたいなのはあったんですけど、だからやっぱレスリングの3分2ラウンドの出力の発揮の仕方みたいなものをやっぱ体がこう20年かけてできちゃってるんで、ちょっとだからもうちょい酸素の使う量をセーブしながら早く動いたりとか、体の使い方とか表現の仕方みたいなのもめっちゃ見直してきましたね。はい、それがだいぶ整いつつあるんで、25分も、全然できるなと思いますね。スタミナ的にも全然問題ない。問題ないと思いますね。大したもんですね。私が個人的にね、聞きたい、井山はMMA 選手なんですけれども、武尊選手、キックの試合だったんですけど、あったじゃないですか。ありましたね。聞いてみたいなと思ってるんですけど、見られましたよね。はい、試合見ましたね。どういう感想でした？壮大なドラマだったんだろうなっていう、なんかその一部を見させてもらったなっていう感じですね。もう分かるじゃないですか、伝わるじゃないですか。なんか不器用だけど自分の周りを信じて自分の 100% の積み重ね、 101%、102% ぐらいの積み重ねを毎日していくみたいな。で不器用だし、多分体ももともと強い方でもないと思うしっていうのでも、やっぱ積み重ねと、格闘技が好きっていう気持ちと、なんか周りへの感謝っていうの、本当そのだけで純粋に戦ってるファイターみたいなのはやっぱ伝わるじゃないですか。すごいそんぐらいすごい積み重ねができる人、まっすぐな思いを持ってる人、素直でなんか正直な人であっても、それがどう過ぎちゃうと正しい方に行けないかったりするのかなって思ったりもしたんですよ。天心選手にザマッチで遅れを取ってしまい、ロッタン選手に負けた時、でワンでもその次の試合でもなんかダウンを取られたりかなんかしたりした時に、もっとこうなんかいろんなことを言われたりしたと思うんですよ。そのもう正面からの打ち合いみたいなのはもう、例えばやめた方がいいとか、ダメージが溜まってるからとか、その練習方法は体が壊れるとか、スパーリングが激しいとかすごい聞いたりもしてたんで、多分いろんなことを言われたと思うし、ギリギリで本当に皮一枚ギリギリで作り上げた成功、最後の試合で、ああいう因縁の相手を持ってこれて、しかもですね、これ引退を表明してたじゃないですか。ファイターとしての引き際、ロッタンを倒して、引退っていう風になってますけど、引退については何か思うことってあります？引退についてはやっぱその人の本当のもうこれ以上できないっていう最高の戦いが残せたら、僕はその格闘家としてはそれ以上な幸せはないと思うんで、武尊選手は最後にそこに標準合わせて最後に人生最高の試合を持ってきたのがすごすぎる。なるほどね。ああいう試合が多分本当にやりたかった試合だったと思うんですよね、武尊選手。最後だからできたっていうのもあると思いますよ。自分がどうなってもいいみたいな覚悟で。もう今まで死ぬほどダメージも受けてきた。パンチももう何万発何十万発殴られてきた。でもそれが全部ここで終わっちゃうんだったら、なんか今まで嫌でこんな受けるの嫌っすよ、普通人間なんで。嫌だったけど、最後はあんなに嫌だったことがもうここの15分の中で終わっちゃうんだって思ったら、試合が終わる前にもうすでに自分の全てのキャリアを通してのなんか最後だぞ、このために今まで積み上げてきたんだぞみたいなのがつながってったと思うし、でもああいうのが格闘家として
残せたら僕はいつでもいいんじゃないかなと思いますけどね。これ究極はどこまでやりたいかじゃないですか。その競技を、はい、本人が本人の話ですよね。好きだから続けるっていうことに止める理由は誰もないし、ない。はい、そう別にパフォーマンスがどうであれ、以上が最近の気になる試合だったり近況についての話でした。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。 ATP の他の日本人選手たちとの絡みとか今あるんですか？庄司さん以外は来てなかったんで、はい、また一人で、はい。